皆さんこんにちは。やっと過ごしやすい季節になってきたなっていう感じなんですけど、私はこの季節の変わり目でやられてしまって、ちょっと鼻声で申し訳ないんですけど、今日は編み物ノートを紹介したいなと思います。ずっと作りたいなと思っていて、やっと作ることができました。自分が作った作品は全て写真に撮っているわけではないんですけど、フォルダーの中にあるものと最近作ったものとかをノートに貼って編み物ノートを作っています。私はデコレーションとかそういうセンスはないので、もう本当に思い出ノートみたいな感じで作っています。私は iPhone で自分の作品を撮って、それを iPad の方に飛ばしています。iPad でいつも作業するんですけど、その写真を iPhone から飛ばして、それをフォトルームっていうアプリを使って切り抜きをしています。その切り抜いた画像をこんな感じでグッドノートに貼り付けています。で、このグッドノートに貼り付けて、これを B5 で私はコンビニで印刷をしています。編み物ノートの作り方も紹介したいなと思って、コンビニで先ほど印刷してきました。そのフォトルームの機能的に写真撮る場所とか明るさで切り取りしてくれるときに、その画像が暗くなったり明るくなったりするので、そういうのが気になる方はもう同じ場所で撮るとか、明るさを一定にするとか、そうすると結構綺麗に印刷もしてくれると思います。なので同じ作品でもこれは結構明るいんですけど、こっちちょっと暗かったりするので、そこが難しいなと思うんですけど、そこまで気にせず私は作っています。編み物ノートを作るためにこのカバーも作りました。これ全部アマリートで作ったんですけど、もともとは違うものを作りたくてたくさん毛糸を買ってたんですけど、あんまりうまくいかなかったのでケースを作るように使いました。こっちはピンクのハートなんですけど、反対側はデニム色の毛糸を使っています。ここに紐をつけてリボンで結んでいます。本当はここ2箇所あったんですけど、2個やるのめんどくさいなと思って途中でほどいて1箇所につけるようにしました。私はこのノートを使っています。ちょっと前の動画で紹介しました。ロールバンと悩んだんですけど、ロールバンってここのノートが黄色いので、白い方がなんとなく使いやすいかなと思ってこれにしました。本当に私字もそんなに綺麗じゃないですし、デコレーションのセンスもないので、本当に自己満の編み物ノートっていう感じなんですけど、軽く紹介したいと思います。このノートを開いた時に、ここに自分でファイルを切り取ってちっちゃいポケットを作りました。で、こんな感じで細編みの円の増やし方のメモだったりとか、印刷する時の注意点とか、そういうのをちょっと貼っています。じゃん、こんな感じです。マグネットは小さいので3つずつ記録しています。横で書く時もあります。基本的にはマスキングテープと、私がカナダに行ってた時に使っていたこのダイアリーをもう使わなくなったので、このイラストがめちゃめちゃ可愛くて、こういうのを切り取って貼り付けています。同じ作品で色違いは同じページにしたりとか、編み物ノートのカバーも大きいの1つとちっちゃいの2つ並べて裏表がちゃんと分かるようにしたりとか、自分の中でいろいろ工夫しています。あとこのブランケットとかはすごい大きく印刷して、ちょっと詳しく書くために一つだけ写真を使ったりしています。基本的に私は作品の名前、毛糸の種類、かぎ針、何の動画を参考にしたかとか、自分で考えたとかを書いています。その作品の感想とか編んでた時に思ったこととかを、一言二言書くようにしています。あとはこの後ろに印刷した編み図とかを入れています。じゃあ実際ね、作ってみようかなと思います。私のこだわりで、横に作品を並べるときは左側のページを使いたいっていうちょっとこだわりがあるので、これは横に貼りたいので左側のページ使います。このコースターがこんな感じで印刷されました。こういうワッフル編みのコースターと大きさ合わせた時に結構大きいから、もうちょっとちっちゃくしてもよかったなとか思いながら編み物ノートを作っています。この2つで編み物ノートを1ページ作ろうと思ったんですけど、これがねちょっとあまりにも大きすぎて組み合わせるのが大変なので、他のもので
ページを作ろうと思います。編み物ノートの紹介は以上になります。これからも動画でちょこちょこ紹介していきたいなと思っているんですけど、私の編み物記録、編み物の思い出として見てくださると嬉しいです。そしていつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。